ドクターシゲルのギター講座です。はい、今までエディのソロ4曲コピーしてきたんですけども、これはもともとアドリブの仕方の話の続きです。で、アドリブをするのにはある程度理論の勉強も必要で、前にモードとかアベイラブルのスケールなんかをやりましたけども、それだけではアドリブはできないんで、初めはまず上手い人のアドリブをたくさんコピーすることが大事です。そして上手い人のアドリブをコピーしたら、今度はそれを分析して、そこから自分独自のアドリブを作っていきます。で、エディはギタープレイヤーのインタビューでこんなことを言っています。I learned from Clapton, Page, Hendrix, Beck, but I don't play like them. I innovated. I learned from them and did my own thing out of it. 訳しますと、僕はクラプトンやペイジやヘンドリックスやベックからいろいろ学んだけども、彼らと同じことは弾いてないよ。彼らからいろいろ学んで、そこから僕自身のものを新しく作り出したんだ、と言っています。つまり、エディほどの大天才でも、初めからオリジナルを弾いていたわけではなくて、ギターを始めた頃はやっぱりクラプトンやいろんな先輩たちの演奏をコピーしたんです。でもそれは、あくまで自分の勉強のためにコピーしたわけで、それを人前で弾いたわけではありません。先輩たちの演奏から学んだことを元にして、そこから自分独自のものを作り上げたんです。ただここでクラプトンやペイジやヘンドリックスやベックからいろいろ学んだと言ってるのは、奏法とか音色とかいろんなことを含めてのことで、単にフレーズだけを見ますと、クラプトン以外の人の影響はあまり見当たりません。エディの使うフレーズはほとんどがクラプトンのフレーズをお手本にしたものです。じゃあそのクラプトンのフレーズをお手本にしたというのは具体的にどういうことかと言いますと、例えばエディのソロには5連のフレーズが非常によく出てきます。で、普通早弾きというのは6連とか8連とか偶数のフレーズを使うのは普通なんですけども、エディは5連という奇数のフレーズを頻繁に使っています。じゃあエディは一体どこから5連のフレーズなんてものを編み出したんだろうっていうことを考えています。そうしますと、まずジャンプのソロのイントロにこういうフレーズがありましたね。この初めのところにという5連のフレーズが出てきます。で、このフレーズを2フレット下げて、つまり人差し指を5フレットのところへ持ってきて弾くと、こうなります。で、これをまず覚えておいてください。次にイラプションの初めのところに、こういうところがありましたね。このところは前にも言いましたように、初めの2番線5フレットと1番線5フレットの順番を逆にしますと、となって、ジャンプのイントロのところと同じになります。次にこの先のところに、というフレーズが出てきます。で、これはミーソミーシと4つしか音がないように見えますけども、実はミーミーソミーシという5連のフレーズの初めのミの音にタイがかかったものです。ですからこれは実質的にはという5連のフレーズの連続なんです。このこともしっかり覚えておいてください。次に1968年のクリームの Sitting on Top of the Wall という曲のエンディングのところを聴いています。このクラフトンの早弾きのところをまたいつものデジタルの機械を使って時間を2倍に伸ばして、さらにバンドパスフィルターを使ってギター以外の余計な音を消して聴いています。そうしますと、と弾いています。なんとこれは5連のフレーズの連続です。つまりここでクラフトンはと弾いてるんです。で、これは人差し指を15フレットに置いて弾いてるんですけども、これを10フレット下げて、人差し指を5フレットに持ってきますと、ということになります。もうお分かりですね。この初めのところは、ラミソミレという5連のフレーズで、ジャンプの初めのところは、ラミソミミフラットという音ですから、5番目の音がわずか半音違うだけでほとんど同じフレーズです。そしてこのクラフトンのフレーズの初めの2つの音の順番を逆にしますと、ミラソミレとなって、これもイラプションの初めのところのというフレーズと5番目の音が半音違うだけです。次にその先のところクラプトンはミミソミレと弾いてるんですけども、イラプションのエディの5連は
ミミソミシという音で、これも5番目の音が一つ違うだけでほとんど同じです。割合で言いますと 80% は全く同じです。で、これを通して弾きますと、クラプトンのフレーズは、で、イラプションのエディのフレーズは、というようにほとんど同じです。で、いくらなんでも偶然でここまで同じになるということはちょっと考えられません。またエディはこのクリームのセティノントップオブザワールという曲が好きで、バンヘイレンのコンサートでもよく演奏しています。したがってエディが得意にしている5連のフレーズというのは、クラプトンのフレーズをお手本にしたものだっていうことがわかります。だけどこうやってフレーズを分析してみるとそっくりだっていうことはわかりますけども、レコードを聴いただけではまるで違うことを弾いているように聞こえます。で、これはまず第一に、クラプトンは高い方のポジションで弾いているのをエディは低い方のポジションで弾いたっていうようにポジションが全然違います。第2に、フレーズの 80% までは同じでも残り 20% は違っていますから、そっくりとは言っても全く同じではありません。で、第3に、そのフレーズの前後が全く違います。ですからフレーズそのものはそっくりでも曲として聞いた感じはまるで違います。ということは、これはもうエディのオリジナルなんです。で、これはほんの一例で、他にもエディのソロにはクラプトンとそっくりのフレーズがしょっちゅう出てくるんですけども、決してコピーしたものをそのまま弾くのではなくて、ポジションを変えたりフレーズを手直ししたりして、必ずクラプトンとは違った使い方をしています。ですからこれは決してクラプトンの真似ではなくて、クラプトンのフレーズをお手本にして、そこから編み出したエディのフレーズなんです。ついでに言いますと、クラプトンのフレーズというのは、これはもう B.B. キング、フレディ・キング、ホームシック・ジェームスといった昔のブルースギタリストのフレーズをお手本にしたものですし、ジェフ・ベックのフレーズというのは、チェット・アテキンス、レス・ポールなんかのフレーズをお手本にしたものですし、ジミー・ペイジのフレーズは、ジェームス・バートンなんかのフレーズをお手本にしたものです。で、こういうように、アドリブというのは決して自分がゼロから作り出すものではなくて、先輩のフレーズをちょこちょこと部分的に手直ししたり、順番を置き換えたりしているうちに、だんだん自分のフレーズというものができてくるんです。ですからこの番組でエディのコピーをやったのも、決してエディの真似をするためではありません。エディはクラプトンのコピーはしたけども、クラプトンの真似はしていないんです。ところが日本人っていうのは、なんかコピーできるようになるとすぐそれを人に見せたくなっちゃうんですね。ですからよく楽器屋行くと、アンプを借りてでっかい音でイラプションかなんか弾いてるやついますね。一見アンプのテストしてるみたいな顔しながら、時々横目でチラッチラッと周りを見て、誰か自分の方を見てると、あいつ俺がすごいんでびっくりしてるなとか思って、また得意になって弾いたりしてね、よくそういうやつがいますけども、そんなことするためにコピーをやったわけではありません。エディがクラプトンをお手本にしてそこから自分のアドリブを作っていったように、皆さんが自分のアドリブを作ろうと思ったらいろんな先輩のアドリブをコピーしてそこから自分のアドリブというものを作っていかなければなりません。で、それにはどうしたらいいかということを説明するために一つの例としてエディのソロをコピーしたわけです。で、そこで次にエディのソロからどんなことが学べるかっていうことを考えています。で、上手い人のアドリブをコピーするのには基本的に3つの目的があります。で、その一つは自分の指のトレーニングです。人間の指というのはトレーニングを積めばいろんなことができるようになりますけども、トレーニングをしなければ何にもできません。で、初心者の人はいきなり早弾きをやろうとしてもそれは無理なことで、散々指のトレーニングを積んで初めて指が早く動くようになります。で、指のトレーニングにはスケールの練習とか机の上でトントンとやる練習とかいろいろありますけども、それだけでは指が早く動くようにはならないんで、上手い人のアドリブをコピーしてそれを上手い人と同じ速さで弾けるように練習することが必要です。つまり練習曲としてやるわけです。ですからエディのソロの弾き方を覚えた方は人に見せるためではなくて、まず自分の指のトレーニングとして練習してください。で、目的の2つ目は、上手い人はどういう音を使っているか、あるコード進行に対してどんなスケールを使っているか、どんなポジションで弾いているかということを学んで、そこから自分のフレーズを作っていくことです。エディのフレーズはもともとクラプトンのフレーズがお手本になっていますので、そこに使われているスケールはほとんどブルーススケールです。で、ごくたまには全音階とか変わったスケールも出てきましたけども、こんなちょこっとで9割以上はブルーススケールです。そしてペンタトニックスケールなんかはただの一度も出てきませんでしたね。よくギター雑誌や教則本なんかを見ますと、まるでペンタトニックスケールを知らないとアドリブはできないみたいなことが書いてありますけども、エディのソロにはどこにもそんなもの出てきませんでした。これだけでもいかにギター雑誌や教則本に書いてあることはデタラメかっていうのがわかります。それからエディのポジションはほとんどは基本位置か6度位置で、普通よく使われる3度位置はあまり出てきません。その代わりエディ独特の変則的なポジションが時々出てきますけども、これはハーモニクスとかタピングを使う時の奏法上の都合から来るもので、これはクラプトンにはないものです。で、目的の3つ目は、上手い人はどんな奏法、どんなテクニックを使っているかということを学んで、そこから新しく自分独自の奏法やテクニックを作っていくことです。で、エディのソロにはハーモニクスの使い方、アームの使い方、ハマリングオン、プリングオフの使い方、エディ独特のビブラートの使い方などいろんなテクニックが出てきます。で、最近のヘビメタの若手のギタリストがやってることは、フレーズ的にはともかく奏法的にはほとんどがエディの奏法をお手本にしたものです。ですからエディの奏法をお手本にすればまだまだいろんな新しい奏法がいっぱい考えられます。ということで、今回は総論的な話になりましたけども、再来週からはもうちょっと具体的な話をしていきます。
だるまさん、じゃあアドリブっていうのはただ勝手に弾きゃいいってもんじゃないんですね。勝手に弾くと言いますかね、本当にもう何百万人に一人という天才ならば、勝手に弾いてもそれがかっこいいアドリブになるかもしれないけれども、やっぱり最低ルールがあるんですよね。あるコード進行に対してこの音は使っちゃいけないとか、でそこを感覚で分かればいいんだけれども、なかなかどの音使っちゃいけないかっていうこと分かりませんから、先輩がやってることをいろいろコピーするわけですよね。そうするとこのコード進行の時にこの音は使われないっていうのはだんだん感覚の中で覚えていくわけです。でそうすると最初は人の真似してたんだけども、今度は自分で勝手にやってもこの音は使っちゃいけないんだっていうのを自分が無意識に避けるわけですね。そうするとやることはだんだん同じになってきて、はっきり言ってそんなに違ったことをやるわけじゃないんです。なるほど。それを学ぶためにはやっぱり先輩がやってることをたくさんコピーして、1曲か2曲コピーしてダメですよ。それじゃ真似になっちゃいますけどもね、できるだけいろんな人のそれをたくさんコピーして、でそこで最低守らなきゃいけないルールっていうものを自分の感覚に教え込むわけですね。なるほど。それができるとだんだん自分のフレーズっていうものができてくるわけです。ドクターシーゲルのギター講座でした。今週のドクターシーゲルのギター講座です。はい、今回はエディはソロの時にどういう音を使っているかということを考えています。これはどういうスケールの音を使っているかということと、どんなフレーズのパターンを使っているかということです。でこの前も言いましたように、エディが使っているスケールはほとんどがブルーススケールです。でブルーススケールというのは前にやりましたように、メジャースケールにフラットサード、フラットフィフス、フラットセブンスのブルーノートの音を加えたスケールなんですけども、これを一つのスケールとして考えると非常にややこしくなりますので、初めは分かりやすいようにメジャースケールとブルーノートスケールという2つのスケールを合わせたものと考えます。でメジャースケールというのはもう何十回もやってますけども、もう一回説明しますと、キーが ABC の A の場合、まず6番線5フレット中指、6番線7フレット小指、5番線4フレット人差し指、5番線5フレット中指、5番線7フレット小指、4番線4フレット人差し指、4番線6フレット薬指、4番線7フレット小指、3番線4フレット人差し指、3番線6フレット薬指、3番線7フレット小指、2番線5フレット中指、2番線7フレット小指、1番線4フレット人差し指、1番線5フレット中指、通して弾きますとというスケールです。でこの指使いを基本1のポジションと言いまして、このモードをアイオニアモードと言います。アイオニアモードというのはどの音を子音としたモードということです。次にこのスケールのエオリアモードを考えます。エオリアモードというのはラの音を子音としたモードで、6番線2フレット人差し指、6番線4フレット薬指、6番線5フレット小指、5番線2フレット人差し指、5番線4フレット薬指、5番線5フレット小指、4番線2フレット人差し指、4番線4フレット薬指、3番線1フレット人差し指、3番線2フレット中指、3番線4フレット小指、2番線2フレット人差し指、2番線3フレット中指、2番線5フレット小指、1番線2フレット人差し指、これを通して弾きますとということになります。でこの指使いを6度1のポジションと言いまして、このモードをエオリアモードと言います。次にブルーノートスケールというのは、これは昔からいろいろと説が分かれていまして、人によって多少違うんですけども、ロックの場合最も一般的なのは、6番線5フレット人差し指、6番線7フレット薬指、6番線8フレット小指、5番線5フレット人差し指、5番線6フレット中指、5番線7フレット薬指、4番線5フレット人差し指、4番線7フレット薬指、3番線4フレット人差し指、3番線5フレット中指、3番線7フレット薬指、3番線8フレット小指、2番線5フレット人差し指、2番線8フレット小指、1番線5フレット人差し指、これを通して弾きますと
というスケールです。で、これはエオリアモードと同じではありませんけども、指使いが非常によく似ていますので、一般にこの指使いのことも6度1のポジションと言います。厳密に言うと6度1の変形ということです。で、このメジャースケールとブルーノートスケールを合わせたものをブルーススケールと言います。例えばイラプションの前半にこういうところがありました。フィリピン音頭のところですけどもね、この初めのところに、こう弾いていますけども、これはブルーノートスケールの音です。で、次にその先のところ、これはメジャースケールの音です。で、次にその先のところ、これはまたブルーノートスケールの音です。で、こういうようにこのフレーズはブルーノートスケール、メジャースケール、ブルーノートスケールと交互に使っているわけで、これを一つのスケールとして考えるとブルーススケールということになります。で、エディは特にメジャースケールの基本位置と6度1、そしてブルーノートスケールの6度1の変形をよく使います。次にエディのフレーズをふわり的に見てみますと、なんといってもエディの特徴は5連のフレーズを非常によく使うということです。そこでエディの5連のフレーズを分析してみますと、例えばジャンプのソロにという5連のフレーズが出てきました。それからまたビーティットの初めのところにという5連のフレーズが出てきました。で、この2つのフレーズは一見まるで違うフレーズのように聞こえますけども、よく見るとそこには1つの同じパターンがあります。っていうのは、まず第1に4つの音からできています。第2にその4つの音を同じ弦で弾いています。第3に一番高い音を右手のタッピングで弾いています。第4に高い方から2番目の音から始まって一度上がって降りてきます。で、こういうように分析してみると、この2つのフレーズは1つの同じパターンから作られていることがわかります。ということは、このパターンを使えば他にも新しい5連のフレーズを作ることができるということです。つまりメジャースケールかブルーノートスケールから任意に4つの音を選び出して、それを同じ弦で弾いて一番高い音を右手のタッピングで弾きます。で、これを高い方から2番目の音からスタートして一度上がって降りてくればいいわけです。じゃあこれ実際にやってみましょう。まずメジャースケールから4番線4フレット、4番線6フレット、4番線7フレット、3番線6フレット、この4つの音を選び出します。そしてこの4つの音を1オクターブ上げて1番線で弾くと2フレット、4フレット、5フレット、9フレットになります。で、このうち一番高い音は9フレットのミの音ですから、これを右手のタッピングで弾きます。そして高い方から2番目の音は5フレットのドの音ですから、ここからスタートして一度上がって降りてくるとという5連のフレーズになります。で、これを3回弾きますとということになります。で、今はキーが ABC の A でやりましたけども、これをドラゴンズの D にすると全部5フレットずつ上がってジャンプの5連になります。次に今度はブルーノートスケールから、4番線5フレット、4番線7フレット、3番線4フレット、3番線5フレット、この4つの音を選び出します。そしてこの4つの音を1オクターブ上げて1番線で弾くと3フレット、5フレット、7フレット、8フレットになります。で、このうち一番高い音は8フレットの C の音ですから、これを右手のタッピングで弾きます。そして高い方から2番目の音は7フレットの B の音ですから、ここからスタートして一度上がって降りてくるとという5連のフレーズになります。で、これを3回弾きますと、これが BT のソロの初めに出てくる5連です。次にブルーノートスケールから、3番線4フレット、3番線5フレット、3番線7フレット、2番線5フレットという4つの音を選び出します。で、これを1オクターブ上げて1番線で弾くと、7フレット、8フレット、10フレット、12フレットになります。そして一番高い12フレットを右手のタッピングで弾いて、高い方から2番目の10フレットから上がって降りてくるとという5連のフレーズになります。で、これを3回弾きますと、これはまだエディは使っていませんから、自分のソロに僕のオリジナルですと言って使うことができます。あるいはブルーノートスケールから、3番線7フレット、
2番線5フレット、2番線8フレット、1番線5フレットという4つの音を選び出して、これを1オクターブ上げて1番線で弾くと10フレット、12フレット、15フレット、17フレットになります。これをまた同じように一番高い音を右手のタピングで弾いて、高い方から2番目の音から上がって降りてくるとという5連のフレーズになります。これもまだエディは使っていませんから自分のオリジナルにすることができます。あるいはブルーノートスケールから5番線7フレット、4番線5フレット、4番線7フレット、3番線4フレットという4つの音を選んで、これを1オクターブ上げて1番線で弾くと1番線開放3フレット、5フレット、7フレットになります。でこれはまた同じように一番高い音を右手のタピングで弾いて、高い方から2番目の音から上がって降りてくるとという5連のフレーズになります。でさらにそれをもう1オクターブ上げると12フレット、15フレット、17フレット、19フレットになりまして、という5連のフレーズになります。でこれをまだエディは使っていません。こういうように元になるスケールと一つのパターンを覚えればフレーズなんていくらでも作れるんです。でアドリブというのはみんなこうやって作っていくわけです。ただいくらでも作れると言っても、中にはかっこいいフレーズもあればかっこ悪いフレーズも出てきます。例えばブルーノートスケールから3番線4フレット、3番線5フレット、3番線7フレット、3番線8フレットという音を選び出すとこういう暗いフレーズになります。それに対して3番線5フレット、3番線7フレット、2番線5フレット、2番線8フレットという音を選ぶとこういう明るいフレーズになります。でこういうように同じスケールから音を選び出しても組み合わせによってフレーズの感じはまるで違ってきます。でそこでどういう音の組み合わせを選ぶかっていうところにその人のセンスが出てきます。ですから同じスケール、同じパターンでフレーズを作っても人によってアドリブはみんな違ってくるんです。また同じフレーズでも2番線や3番線でやるとまた感じは違ってきます。ですから皆さんも実際に使うか使わないかは別として、一つの遊びみたいなつもりでこういう5連のフレーズがいくつぐらい作れるかやってみてください。でそのうち何かの拍子にパターンを間違えたらたまたまそれがかっこいいフレーズになっちゃったなんてことも出てきます。でそしたらそのパターンでまたいくつもフレーズを作ってみると今度は本当の自分のフレーズというものができてきます。またエディの使っているパターンはもちろんこれだけではなくて他にもたくさんありますから、皆さんも自分でエディのフレーズを分析してみてかっこいいパターンを見つけたらそれを利用してまた新しいフレーズを作ってみてください。でこういうように上手い人のソロをコピーしたらそれをそのまま楽器がいてでかい音で弾いて得意になるんじゃなくて、上手い人の使っているフレーズをお手本にして新しく自分のフレーズというものを作ってみるんです。でそしていくつかかっこいいフレーズができたらそれを楽器屋行ってアンプのテストしてるみたいな顔してでっかい音で弾くんです。でその時横で見せたやつがすいませんそれ誰のフレーズですかなんて聞いてきたら、君これは僕のフレーズなんだよと言ってやると何とも言えない優越感に浸れます。で一度これをやるともう病みつきになって今度はもっとかっこいいフレーズを作ってやろうという気になってきます。でそのうち楽器屋でどっかのバカがイラプションかなんか得意になって弾いてるのを見ると、なんだあいつエディの真似なんかしてらオリジナリティのねえやつだなと言って笑えるようになります。じゃあこの続きはまた再来週。